どうもこんにちは。最後でございます。ということで、今日なんですけども、たまにはハンバーガーが食べたいなと思いまして、それも、エビバーガー。自分でね、エビバーガー作ったことないなと思って、今日は初めて作ってみようと思って、お魚屋さんに来ております。それで動画の最後に、大きな告知がありますので、今日はね、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。今日はね、っていうか、いつもね、見てもらえると嬉しいんですけどね。ということで、以上です。いつもの店でございます。あ、お疲れ様です。今日は数の子買いに来てくれたんかな。いや、買わないです。今日はちょっと他のもの買いに来ました。何エビですよ、エビ。まずはこの天然のエビ。すいません、はい。このエビを1箱ください。はい。購入。エビをね、買いましたわ。今日はね、エビバーガー作るんですよ。じゃあ俺も食べてんの、今度食べさせてな。いや返事がねえよ。ー、僕もエビバーガー作ったことないんでね、うまくできるかわかんないんですよね。はい、じゃあうまくできたら食わしてください。はいはい。じゃあね、みんな数の子買いに来てね。バイバイ。でね、ちょっとね、これ見て、すげえのがあって、これ全部伊勢エビ。せっかくだからこの伊勢エビも使いたいな。3000円のエビと8000円のエビか、1万超えのハンバーガー。まあそれも面白いかな。これ、はい。おー、でかいね。購入。それじゃあ家に帰宅。ただいまということで、本日の食材がこちら。よいしょ。タイガーエビと伊勢エビということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。タイガーエビと伊勢エビ。ということでね、市場の方で新鮮なエビ買ってきました。で、エビバーガーにするんですけども、手順的に説明します。まず、ベースとなるエビカツの部分。それは、伊勢エビ1匹丸ごとの身を天ぷらにしてカツにします。で、ソースなんですけども、ちょっと作ってみたいソースがありまして、それがアメリケーンソースっていうソースなんですよ。アメリケーンソースって何かと言いますと、エビの殻と野菜とトマトを使ったソースです。で、そこに伊勢エビの味噌を入れて、で、マヨネーズと混ぜて、で、それをソースにしていきたいと思います。ではまず、アメリケーンソースを作っていきます。おお、伊勢エビってね、鳴くんですよ。ほら、これ威嚇してる音ですね。ちょっと伊勢エビさんは、あっち取ってもらおう。まず使うエビはこちら。タイガーエビですね。で、タイガーエビでも今日使うのは頭と殻。これだけです。身は、取っといて、エビマヨかなんかにして食べようかな。エビマヨの写真はツイッターの方にあげたいと思います。よし。そしたらまず、ニンニク。これを、みじん切りにします。はい、そしたらみじん切りにしたニンニクをフライパンの中に入れていきます。そうしましたらフライパンの中にオリーブオイル入れていきます。たっぷり入れていきます。そしたらコンロに火をつけて弱火で熱していきます。はい、そしたらエビの殻を剥いていきます。頭を取って、で、殻を剥くと。今日は尻尾も入れるんで尻尾も取っていきます。うまそうだけど今日はこれは使わないんですよ。で、タイガーエビはかなりの確率で背わたが入ってますんで、この状態になったら真ん中あたり、ここら辺に竹串を刺してピュッと引くと、こういう風に簡単に背わたが取れます。その要領でどんどん殻を剥いていきます。殻が剥き終わりました。はい、そうしましたら次はこちらの野菜。今日使う野菜が玉ねぎ、人参、セロリですね。こちらを粗みじんにしてこのバットに全部入れていきます。せーの。はい、このように人参、玉ねぎ、セロリ切れました。そしたらフライパンにこちらの殻を入れていきます。で、強火にしていきます。で、しっかり火を通していきます。熱した油に絡めるって感じですね。で、ある程度エビに色がつきましたらこちらブランデーを加えていきます。香り付けですね。で、アルコールを飛ばしていきます。そうしましたら先ほど切ったこちらのセロリ、玉ねぎ、人参も加えていきます。はい、そしたらざっくりと野菜に火を通していきます。そしたらそこにトマト缶。今日はね、缶じゃないんですけども、だいたいこんなもんですね。あんまり入れすぎちゃうとシャビシャビになっちゃいますんでね。で、こちらトマトペースト。
これも入れていきます。そしてローリエ、塩コショウを少々、ほんの少しだけ水加えます。で混ぜていきます。トマトペーストを溶かすイメージですね。そしたら蓋をして10分ほど煮込んでいきます。はい、では10分経過しました。揚げていきましょう。オープン。いい感じに煮詰まりましたね。そしたらこれを火から上げて、このザルに入れていきます。はい、このようにザルに入りましたら、すりこぎで思いっきり押していきます。容赦なくいっちゃってください。はい、そうしましたら、こんな感じに中の野菜がなくなって、エビの殻がボロボロになってきたら OK ですね。こんな感じですね。で、まだあるんでもう一回やっていきます。はい、これでアメリケーヌソースをとりあえず粗ごしが完了しました。で、まだね、ブツブツがたくさん残ってるんで、さらにこれをこしていきます。次はこういう網目の細かい方、これをセットして、中に入れます。で、こしていきます。はい。そしたら、ある程度ね、裏ごしができました。あんだけ量があって、これっぽっちしか取れないんですよ。そしたらこの最後の残りカスを絞っていきます。こういう風にカウンタークロスとか布巾とかに移して、こういう風にして、絞ります。あんまり強くやるとカスが飛び出ちゃって台無しになっちゃうんでね。慎重に慎重に。はい。このように絞れ終わりました。素晴らしいですね。そしたらこちらのアメリケーヌソース、もう一度鍋に移します。そしたらこちらに伊勢海老の味噌を入れていきます。はい、伊勢海老をさばいていきます。まずは伊勢海老のこの付け根、関節ですね。ここに1本、2本、3本、4本入れていきます。いきます。で、頭をね、今回は使うんで、頭もね、綺麗な状態で残しておきたいですね。よし。関節に包丁が入りましたら、尻尾の方と頭の方をしっかりと持ってぐるんと回します。いきます。グリン、グリン、グリンと。はい。こういう感じですね。そうしたら伊勢海老の味噌をかき出していきます。このウニみたいなやつ。これがね、伊勢海老のお味噌ですね。やっぱりこんだけ大きいからね、味噌もたくさん入ってますね。はい。ではこのように伊勢海老の味噌が取り終わりました。でね、こういうところは味噌じゃないので、できるだけ取り除いていきます。そしたらこちらの味噌をアメリケーヌソースに入れていきます。はい、では入れていきます。そしたら火にかけます。で、弱火でじっくりと味噌に火を通していきます。はい、そしたらこのようにエビ味噌に火が通りましたら、もう一回こしていきます。最後の裏ごしですね。で、エビ味噌を潰すイメージ。こんな感じですね。はい。こんな感じですね。で、これで伊勢海老の味噌も加わりました。若干ね、わかるかな？こう、色がね、変わりましたよね。そしたらこちらを鍋にもう一度戻します。で、もうちょっと若干ね、水分を飛ばして、とろみをつけていきます。ある程度水分が飛んだら、生クリームですね。これをね、少し加えます。大さじ1ぐらいでいいですね。こんなもんです。で、混ぜと。はい、これでアメリケーヌソースの完成ですね。そしたら伊勢海老の身を取り出していきます。伊勢海老の身を取り出し方はいつも説明しているやり方と一緒ですね。1、2で入れて、3で入れてめくって剥がす感じですね。じゃあ、さささっとやっていきます。はい、伊勢海老の身ですね。そしたら、今回は伊勢海老の頭も飾りで使いたいので、蒸して色を出していきます。日本酒。蓋をして、10分ほど蒸していきます。はい、では10分経過しました。このようにね、綺麗に色づきましたと。はい、では伊勢海老の天ぷらを作っていきます。さすがにこんなに伊勢海老、僕もね、お刺身でも食べたいんで、これだけはお刺身で食べさせてください。そうしたら、このままだと、ちょっとね、分厚すぎるんで、開きます。で、ここに塩コショウを振っていきます。そうしたら串を打っていきます。
こんな感じ。で、天ぷら粉につけていきます。たっぷりと、まんべんなく。はい。そしたら、油の中に入れていきます。はい、カラッと揚がりました。はい、そうしましたら、バーガーを作っていきます。野菜はトマト。で、レタスですね。トマトは1センチぐらいにスライス。こんな感じ。で、ソースを作っていきます。ソースは、まずマヨネーズ。で、そこにアメリケーヌソース。はい、で、これでソースが完成ですね。で、ソースをこちらの容器に移します。で、バンズに、まずはレタス、トマト。で、もう一回レタス。で、そこにエビ。で、そこにソース。で、そこにバンズを乗せたら、伊勢エビバーガーの完成。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。いや、にしてもね、こんなバーガー見たことない。口に入るかな、これ。これ、1個1万円以上しますからね。それじゃあ、いただきます。うまっ。で、この中身のソースと野菜、で、この伊勢エビの天ぷらとの相性はね、すごくいい。で、とにかくソースがめちゃくちゃうまい。ただ、1万円以上の味はしない。はい、ということで、今日こちらの伊勢エビのバーガーときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！銀のやつ！これは合うだろうな。ハンバーガーと銀色だもんな。はい、こちら、8対2。いや、7対3ですね。いただきます。うめぇ！アメリケーヌに乾杯。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は伊勢エビ丸ごと1匹を使ってハンバーガーを作ってみましたけども、美味しかった。アメリケーンソース、初めて作ったんですけど、大成功でしたね。甘エビとかの殻でも美味しく作れるみたいなので、ぜひお時間のある方は作ってみてはいかがでしょうか。それで、冒頭に言った大きな告知なんですけども、あさっての1月の6日日曜日に放送される行列のできる法律相談所の方に僕出演させていただきました。内容はシークレットにしておきますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみに見てもらえばよろしいかなと思います。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。